はい、どうもじゃカネゴでございます。ということで、本日の食材がこちら。タルイカということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、巨大タルイカ。っていうことでね、やってきました。巨大タルイカ。以前一度ノーカットでさばいたんですけど、その時に鬼のようにバズりまして、2回目のタルイカ登場でございます。今日の重さが10キロジャストですね。普通のスルメイカがだいたい100グラムぐらいなんで、スルメイカ100杯分のイカです。で、僕、塩辛がすごく好きなんですよ。タルイカで塩辛作ったらどうなるんだろうと思って、今日はこちらのタルイカを使って塩辛を作っていきたいと思います。そもそもタルイカの肝、これをね、僕食べたことないんですよ。今日はちょっと肝の方にフォーカスを当てて料理をしていこうかなと思います。タルイカっていうのはもう本当に簡単です。まずこっちの表側ですね。こっちに1本ザーッと包丁入れます。どんな包丁でも簡単に入ります。このように入りましたら、ベロッと広げます。この厚みですよ、この厚み。僕の第一関節より全然太いですからね。これが巨大なイカの中身ですね。ちょっとゆっくり見ていきましょう。このプラスチックみたいなやつが、これ軟骨なのかな。これはね、船とか、イカの骨とか言いますね。厳密にはイカは骨ないんですけど、僕は骨って言います、これがね、エラですね。エラは両サイド、こことここに2つくっついてます。これ基本食べないです。で、また僕タルイカって呼んでますけど、地域ではソデイカとも呼びますね。そして、これが何なんだろうな。僕はこれ白子だと思うんですよね。ちょっと間違ってたらごめんなさいね。これ多分白子。これなんだろうな、これ。このぐるぐるって、サザエの肝みたいな。これはちょっとわからないですね。で、わからない部位は基本食べちゃダメです。これ赤いのこれなんだろう。これなんだろうか。卵なのかな。でもさっき白子みたいなのあったしな。わからないです、これは。で、この赤いこの2つついてるのもありますね。これは卵とは違うな。こっちが白子、こっちが卵みたいな不思議な。何？多分全然間違ったことを言ってます、僕。あんま信用しないでください。で、これがもう内臓とか、腸とかじゃないですかね。で、多分これが胃袋ですね。で、絶対臭いんで、これは開けません。はい。で、これがゲソですね。で、ゲソのここについてるこの黒いタユンタユン、これがタルイカの肝です。10キロの体にしては肝めちゃくちゃちっちゃいです。スルメイカの肝の倍ぐらいの大きさしかないので、でも肝は少ないイカなんでしょうね。で、大体イカの肝の裏についてるのがこれが墨袋なんですよ。墨袋は取ります。で、墨袋は割ってしまうともうすごく大変なことになります。うわ、やば、ほら、割っちゃった。これね、墨がジャーッと出てきます、ここから。そうしたら、肝を切っていきます。うわ、最悪。めっちゃかかった。目玉が潰れてしまいましたね。軟骨から落とします。こういう感じ。で、軟骨をこうやって外していきます。だいたい軟骨の中にこう肝が食い込んでますんで、こういう感じでどうでしょう。僕もね、タルイカの肝を除去するのは生まれて初めての経験ですので、もう探り探りです。このように。肝が除去できました。そしたらこれ一度酒に漬け込みます。もう臭そうな部位はね、酒に漬け込めばなんとかなるっていうとこあるんで、で料理酒だーですね。これで10分ほど漬け込みます。はい、そしたらゲソの処理をしていきます。触手の先端2本は切り取って、ザラザラを取ります。ザラザラさえ取っちゃえば食べれますんでね。綺麗に落とします。んで、目玉を外します。思いっきり手を突っ込んで、ほじくり返してください。よいしょ。ちょっともう割れちゃいましたけどね。割れずに取れたらもうすごい大きい目玉なんですよ、これ。こんなに大きいんですよ。そうしましたら、軟骨。硬いので、これを切り落とします。ここは塩辛には向いてないので使いません。でも出汁は出るので、おでんとかにするととってもいいですね。で、ここに、くちばしがあります。イカの珍味ですね。トンビとも言います。トンビもものすごく大きいです。これバター焼きとか塩焼きにするとめちゃくちゃ美味しい。はい、そうしましたらこのようにゲソだけになりました。このゲソも今日はね、塩辛にしていきたいと思います。一本一本切り落として、よいしょ。で、これを一度塩できれいに揉んでいきます。ボウルにお塩をたっぷり入れます。これで10分ぐらい揉み続けます。そうするとぬめりがきれいに落ちます。
で10分間しっかり揉んで、ぬめりや汚れもしっかり落ちました。そうしましたら、いよいよこの胴体ですね。まず胴体についてるこの耳、大きな耳を切り落としていきます。で、こっち側もそうしましたら次はここのラインですね。ここすごく硬いので生食には向いてません。なので思い切って落としちゃってください。だいたいこのぼっちがある上ですね。上のラインぐらいまでしっかりと落としていく。ここは硬いので加熱用ですね。そうしたらこのイカを皮ついたまま削状にしていきます。まずは半分にしたものをさらに半分に。で、それをさらにまた半分に切っていきます。はい、このように4等分になりました。そうしたらこっちの皮から剥いていきます。外の皮を剥くときは内側の方から包丁を入れます。で、こういう風にギリギリまでこう皮を切らずにここまで包丁を入れたら、そこの取っかかりからこういう風に剥いていきます。ビビビビビと。で、こういう風に残っちゃった場合はもう一回同じことやってください。こうして、はい、きました。こんな感じですね。そしたら次は内側の皮。内側の皮をめくるときは、こっちの外側から包丁を入れてギリギリに入れます。そしたらビーッと、内側にも実はこんなに硬い皮がついてるんですね。これでタルイカの仕込みは完成ですね。あと全部同じことをやっていきます。はい。で、そしたら次耳ですね。耳も皮はめくれます。このラインを落とします。こういう風ですね。で、ここのラインも落としてしまいます。そしたらこの角っこから包丁を入れて、ちょっとね、耳の皮は薄いので、めくりにくいですけど、めくれないこともないです。で、難しかった場合は、こうやって、こう切っちゃいます。ブツ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 と。で、短冊状にしたら、この状態でさっきの柵と同じことをします。言います。こういう風にめくれますんでね。で、裏側も同じことをすると、はい。こういう風に耳をきれいに取れますね。このようにおろし終わりました。これが皮を剥いた耳、皮ついた耳、きれいに掃除したゲソ。で、これが軟骨ですね。で、これがトンビ。今日はここの部位を食べていきたいと思います。で、この軟骨とトンビはピチッとシートにくるんで、こうなんだろう、一夜干しみたいな感じにして、塩焼きで食べたいと思います。ゲソ、耳、胴体の身、3つ分けて塩辛にしてどれが一番美味しいのか検証していきたいと思います。これ問題の肝ですね。お塩をたっぷりかけていきます。で、こちらにラップをかぶして冷凍庫でカッチカチに2日間凍らせます。それじゃあ2日後に移動。はい、そしたらこのように解凍し終わりました。そうしたらこちらの肝をザルに入れて裏ごししていきます。はい、裏ごしできました。そしたらそこにお酒でお塩で、ここに味噌とか生姜を入れて作る作り方もあるんですけど、今日シンプルにタルイカの肝の味を味わいたいので、お酒と塩のみでいきます。そしたらこちらタルイカですね。脱水した方。わあ、いいじゃんいいじゃん。いい感じです。そしたらまずはこちらの身を切っていきますね。これじゃ分厚いので、これを3等分にします。1枚。2枚と。で、これをさらに縦にこうやって切っていきます。こういう感じですね。で、それを入れます。で、次はこちら。耳も同じように細切りで。皮がついた方の耳も細切りで入れます。おっきなゲソですね。ゲソはこうぶつ切り。ブツ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 と切っていきます。こんな感じですね。そしたらこれを和えていきます。そしたらこれを冷蔵庫で1日寝かしたいと思います。はい、そうしましたら1日経過しました。これで巨大タルイカの塩辛の完成。そしたら次はこちらの軟骨とくちばしを焼いていきます。塩を振って
串に刺します。よし。これでグリルで焼いていきます。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はこちら、塩辛ときたら白米ですよ。巨大タルイカの塩辛、一体どんな味がするんでしょうか。見た目はね、すげえ美味しそうですよ。じゃあまずこちらの太い胴体のところ、ここいただきます。うわ、うまっ。もっと臭みが強いかなと思ったんですけど、全く臭みがない。で、肝の味もめちゃくちゃ濃厚で美味しいですね。ちょっとびっくりだな。でね、このタルイカの身がめちゃくちゃ柔らかい。じゃあ次こちら。耳のところいただきます。これはうまいわ。普通に美味しい塩辛。で、何も味噌とか入れずに正解でしたね。じゃあオンザライスでいっていいですか。こう来ての、こうの、いただきます。うわ、これはうまい。大成功です。こちらゲソですね。ここ食べてみましょう。いただきます。ゲソはすごい歯応えがある。個人的にゲソが一番好き。この皮付きの耳いただきます。皮付いてても全然気にならないですね。めちゃくちゃうまいです。じゃあ次はこちら。軟骨の塩焼きとくちばしの塩焼き、七味マヨでいただきます。うめえ。美味しいイカの一夜干しですね。じゃあ次はくちばしをすだちをかけていただきます。歯応えがすごいな。同じイカから取れたのに、部位ごとにこんなに味と食感が違うんだなって。びっくりします。こっちのくちばしはとにかく歯応えがある。で、旨味がね、ギュッと濃縮されてますね。はい、ということで今日はこちらの巨大タルイカの塩辛と塩焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの。で、ゲイのやつ。よいしょ。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。ビールからの塩辛。からのビール。最高。そうじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は巨大なタルイカを使って塩辛作ってみましたけども、予想以上に美味しくできてびっくりです。タルイカは今までに何回もさばいたことあるんですけど、どうしても肝を食べるのは抵抗があったんですけど、あんな美味しいとは思わなかったですね。あれだったら普通に肝を焼いてゴロ焼きとかでも美味しいなーって思いました。イカはいろんな料理ができますんでね、また巨大タルイカを使って面白い料理作っていけたらいいなと思います。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。